皆さんこんにちは。猫とのんびり過ごす島のすみれです。大変お待たせいたしました。今回からシーズン5の島くりを始めていきます。まずは島の入り口から作っていきます。テーマなどはやりながらお話ししようかなと思います。それでは早速スタートしていきましょう。この猫とのんびり過ごす島の案内所までのマス数は12マスになっています。飛行場を出て少し右側にずれています。12マスあるとはいえ、この12マスに何かを作れるかっていうと結構難しいので、今回はもう崖などは作らずに平地のまま作っていこうと思います。そしてマイデザインは使っていきます。検索で出てきたこの可愛いレンガの道を主に使っていこうと思います。このレンガの道すごい可愛くて、これが合うような島を作っていくようなイメージです。シーズン4の時は3月の島で島くりをしていたんですが、赤っぽいレンガに合うような季節を考えた時に、ちょっと色あせたこの草地とこの伸びた雑草の状態が可愛い秋の時期に設定しました。今は10月の8日の日に設定しています。10月の8日でも木はこんな感じでまだ緑のものになるので、そこまで紅葉っていう感じの街にはならないかなと思います。そしてこの島のテーマはこんな感じ。私が好きなシンプルや素朴は絶対で、それに合わせて海外の田舎のような雰囲気を出していこうと思います。テーマカラーは赤レンガを使うということで、赤。結構赤い家具も多いと思うので、ちょこちょこ散りばめていけたらと思います。まずはこの石のタイルでエントランスを作っていきます。シーズン4では全然使わなかったブラウン系とかウッド系の素材も今回は使って挑戦してみようと思います。こんな感じで左右対称になるように横8マス縦5マスのエントランスを作りました。周りに道を増やしていこうと思います。道幅は田舎っぽくかなり広めにしたいので、4から5マスくらいで引いていきます。上と右側にレンガの道を引いてみました。左側は斜めの道を作っていこうと思います。斜めの道バージョンも出してくれているのって本当にありがたいです。ありがとうございます。マイデザ師の皆様。マイデザインは使っていくんですが、草地の色も可愛いし足音も出したいので、びっしりマイデザを引くというよりは一部分的に使うような感じになると思います。こんな感じになりました。この先はどこまで続けるかまだ考えていないので、一旦この辺で止めておきます。エントランスを飾っていくことにします。誠。それではまずは柵を打っていきましょう。レンガとウッド系の柵って相性抜群で、これからいっぱい使いそうな予感です。エントランス部分は少しのっぺりして見えるので、マンホールで引き締めておきます。次は案内所前を飾っていきます。ゴンザ可愛すぎる。案内所前は究極のシンプルでいきます。案内所周り住民さんの様子がしっかりと見たいので、案内所に被らないように作ります。道を引いたことでちょうどここに広場のようなものができたので、そこをうまく使っていきます。角にウェブトロープを打っていきます。ちょっと今アップリケちゃんが虫を見ていたりダンベルをしていたりして忙しそうなので、一旦こっちは置いておきましょう。そうだね、まだやってるね。ちょっと失礼しますよ。あ、ダメだ。ちょっと失礼しますよ。ごめんね。
さあこんな感じで4つ角にペグドロープを打っておきました。全体に打ってしまうと少ししつこいかなと思うので、この4つ角だけにしておきます。そして案内所正面真ん中には丸い噴水を置いておきます。家具は完成です。シンプルすぎるかなまあちょっとね、かなりシンプルすぎるので、雑草とか小物を置いてね、もう少し飾っていきます。低木はこの時期花が咲かないツツジを使ってみます。雑草を植えていきます。ちょっと雑草の種類偏ったので手直ししていきます。伸びる前の状態も可愛いね。永遠とこの草なんだけど何この場所はこの草しか生えないんか。頑張れ。なんでこれを左上のちょんちょんっていう草にしたいんだけど、スコップ壊れるで。ちょっと諦めて頑張ろう。次このモードに入っちゃったよこの子ゾーンに入っちゃったよ。あ、来た。よし、こんな感じでいいでしょう。次はお借りしてる獣道1マスのものを噴水の下に引きます。噴水の下からちょっと見えるくらいの場所に置きたいな。あとは広場に合いそうなボールなんかを置いておきます。さあこんな感じで案内所前の広場は完成です。思い切ってシンプルにまとめてみました。それでは次は左側を作っていきます。左側に何を作ろうか考えた時に、飛行場からの景色を確認することをおすすめします。私の島の場合はどうしても案内所の建物が見えてしまうので、左側のこの辺にも建物が欲しいかなっていう感じになると思います。離島ガチャで集めた住民さんたちのお家を使っていこうと思います。住宅街とまではいかないけど、住宅 1,2 軒くらい使いたいな。ゴンザずっとここにいるけど、この辺に住みたいのかな誰を住まわせようかな。島の入り口だから、いつもはね、島の管理人風な人をね、置いてしまうんだけど、それで言うとバヤシコフかサルモンティかな。うわ、バヤシコフとか似合いそうだね。引っ越してきてもらおうか。あとは移設する場所を決めていこう。この辺に建物があったらいい感じな気がする。あとはこの下との兼ね合いも見ていこう。家の前に少し空間を空けて奥行きがあるようなお庭みたいな感じにしたいので、このタイルが切り替わってるあたりが端っこに来るようなイメージで、この辺に設置してみようかな。さあこんな感じでバヤシコフのお家建っていました。飛行場前からの画角を確認してもこの場所で大丈夫そうだね。あとは外観も変えていきましょう。外観は案内所の四角っぽい感じに合わせてこの四角型にして、ポイントに赤っぽいイメージも入れていきたいね。外観はこんな感じにしました。屋根はね、赤でも可愛いかなと思ったんだけど、飛行場がね、水色なのよ。水色と赤若干相性真反対の色だから、相性があんまり良くないような気がするので、ちょっと馴染ませるために茶色にしてみました。あとは壁はシンプルに白で、ドアも素朴感を出しつつ木組みのドアにしました。これで決定。こんな感じで外観変わってました。かわいい。それでは家周りを作っていきます。まずは正面から見た時の緑のバランスを整えていきます。
さっきも使ったツツジ言いづらさっきも使ったツツジをバヤシコフの家の方にも植えていきます。ここはあえて左右対称ではなくてナチュラルな感じにします。次は奥行きを出すために柵を立てていきます。入り口は2マス分くらい開けて、あとは左右に斜めの道にも合わせて立てていきました。このあえて縦にさ立てるのかわいいね。ここさ、あるのとないのとでは結構印象が変わる気がする。次も正面から見た時のバランスを確認します。右側でペグとロープを使っているので左側にも使いたいんですが、全く同じように打ってしまうと作られた街のような感じでナチュラルさが出ないので、あくまでも左側の住宅の形に合わせるような感じで打ちます。こんな感じになります。全く同じ風に打たなくても同じ素材が入っていることでまとまりが出ると思います。あとは緑のバランスをもう少し整えるために低木を追加していきます。家の前は奥行きを感じられるように獣道を引いていきます。獣道引くのだいぶ慣れてきたけどまだまだ苦手なので、ちゃんとね頭の中でイメージをしながら引いていこう。こういう感じのくの字にね引けたらいいなと思います。ここは下に伸ばしてこっちに閉じて、これを下にいいんじゃない一旦途切れさせて、こっちは小さめの一マスの獣道にしよう。雑草を植えていきます。あとはこの左側と後ろ側を考えていこうと思います。後ろ側は前と同じように縦板の柵を打ちます。この右側に少し空いた隙間には素朴感を出すために小麦を植えていきます。あまり数を植えないことで意図せずにここで育ってしまったような素朴な感じを出しています。小麦がそんな感じで種が飛んできて気づいたら育ってしまうっていうことがあるかどうかは分かりませんが、こんな感じで3つだけ植えてみました。左側にはお庭にあるようなものを置いていきます。こんな感じでバヤシコフのお家周り飾ってみました。海外の田舎のような素朴な感じが出ていると思います。お家の前には立体感のあるシティサイクルを置いておきます。あとはこの斜めの地の行き先をね考えないといけないね。お家が2軒くらい並んでても可愛いから、この辺にも住民さんのお家使っていきたいな。一旦そこを考える前に入り口の方を見直していきましょう。この島のテーマ赤って言ったんですが、今のところね赤を使っていないんですなので赤い小物をね足していきたいと思います。まずは道の真ん中に赤いスチールフェンスを置いて、これでね一気に差し色の赤が目立つようになってきたと思います。あともう1箇所くらいに赤を入れたいので、デコイをリメイクしたこの鳥さんに赤の手助けをしてもらおうと思います。このデコイちゃんかわいいね。この島に生息する鳥という設定にしておこう。それではこの続きは次回ということにしておきましょう。楽しみに待っていてくださると嬉しいです。どんな感じになるかな。それでは今回作ったところの完成をまとめてみていきましょう。
最後まで見ていただきありがとうございます。次回はレンガの斜めの道の先にもう一軒住民さんの家を建てていきます。グッドボタンとチャンネル登録をしてお待ちいただけると嬉しいです。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。